さてと、今日お話ししたいのはみんなが一番注目しているこのドル円です。ドル円の動き、これからどういうふうに動くのか、昨日は一時125円台まで行ってしまいました。すごいです。で、今はまた123円台まで行ってしまいました。これどういうふうに考えるべきなのか。これはほとんど今、日本の金利とアメリカの金利の差と一緒に動いています。これですね、10年国債の金利アメリカ、マイナス日本の10年国債の金利、この差です。これが上昇するとドル円は上がる傾向です。で、この24時間で、一応これが少しと緩慢に動いている横ばいの動きが多分影響になっているかなと思います。なのであまり大きな動きはないですね。なのでドル円の方も昨日急騰したのがおそらく125というのが大きな、逆差し値を多分入れてた投資家たちが多いと思いました。で、日銀からの差し値オパがまた発動されたということで、いろんな多分トレーダーたちがもともと円を買っていたんだけど、これを多分ストップロスして損切りをしてた方が多いかなと思います。さてと、これで実際本当にピークしたのかしていないのか、もう少しと情報を見ていきましょう。次の大きな抵抗レベル 125.29 までまたタッチすることも可能であります。125.29 ですね。そこはやっぱり昨日のトップ近いですね。昨日のトップよりちょっとだけ上かな。それでもし下のけるとしたら 122.21 も可能ですよ。122.21 ここぐらいかな。21。OK。こことここの幅の間、なんていう幅がでかいんでしょうか。これが一番現実的だし、昨日のピークすると、一昨日の、サポートレベルの中なので、多分今、ドル円はこの中を今後、数日間は動き続ける可能性が高いと思います。今使っているのはこのサポートレベルナンバーワンとレジスタンスレベルナンバーワンです。ボリンジャーバンドとちょっと似てるけどちょっと違うピボットポイント分析ですね。ドル円の動きね。金曜日にアメリカの雇用統計と木曜日に、一応消費者物価指数 PCE というものが発表されるんです。なのでとりあえず今日火水木は日銀の指値オペのニュースが注目になるかなと思います。で、今の日銀の指値オペは、これが一応29日から31日まで続くということなので、特にこれ以外の新しい円が売られる材料は来ないんじゃないかなと思います。カレンダーを見てると、今日の夜火曜日に一応 FOMC メンバーのウィリアムス氏がお話をします。で、水曜日の方にもあんまり大きくないね。GDP とか ADP とか日本の方で出るけど、それほど大きく相場を動かさないと。ドイツの方の消費者物価指数が一応発表される。今のところ ECB の方もね、これから1年以内には4回ぐらい利上げをして、100ベースポイント 1% 利上げをする観測も出ているんですけど、それほど大きな影響はないと思います。もう少し見てみましょう。今日のドル円はやっぱり大きく注目しているのは、やっぱりこれ円高です。この赤がつきました。で、前回赤がつき始めたこの日も僕は大きく注目してたんですね。この日ですね。25日です。だけど、25日円高になって、でも1日中また円安になり、その次の日、28日に、指値オペが、再発動されてしまいました。なので、この円高ができれば1日2日赤いキャンドルが続けば、ちゃんとした円高方向がもう少し現実かなと思います。だからといってこのドル円はもうちょっと長期的に見るとこの125点確か8ぐらいレベルですね。2015年の6月ぐらい。こちらを多分これから突破する可能性が高いと思います。アメリカと日本の10年国債の差を見るとまだ今 2.22% です。で、2018年とかだと 3% 以上もいってたのでまだまだここから上昇する可能性は高いと思うので今後長期的に
にはドル円はおそらく126をまた突破して130近くに行く可能性が出てきたかなと思っていますので、皆さんここは FX 相場気をつけましょう。それとポジションの方も特に皆さん円だけ持っては危険です。日本に閉じ込められてしまい、海外で旅行どころではなく、海外に投資、海外のものも買えなくなってしまいます。なので皆さん、円だけではなくドルも現金として持つべきかなと思っています。